こんにちは。この番組はゆきのりのゆるゆるゆるしてトーク、略してゆるどくです。私パーソナリティのしきゆきとののです。よろしくお願いします。私最近ですね、時代劇、勝新太郎さんのザトウイチのテレビドラマをね、BS 放送で見てるんです。どうですか？面白いです。面白い。そうなんだ。結構なんか私の中だと白黒ではないのか。白黒じゃないですよ。すいません。カラーです。なんかすごい昔のイメージですね。でも知ってる勝新太郎さんってなんだっけ、中村玉緒。そう玉緒さんのね、旦那さんですよね。知ってる。もう楽しいんですよ、それが。なんかどういう話なんですか？目見えない勝新太郎さんが、こうズバズバ人を切るみたいな話でしたっけ？まあざっと言うとそんな感じですね。でも本当ね、知らない人は多分そういうイメージしかないと思うんだけど、まあそれは後のトークのコーナーでね、そうなんですね。ちょっとお話しするかもしれません。聞かせていただけるかもしれません。はい、わかりました。ののさん最近なんか楽しみとかあります？私ウクレレを始めまして。ウクレレです。知ってますか？楽器ですよね。そうです。ハワイアンの。そう。結構なんか最近ハワイっぽいのが好きで、インテリアとかね、服装とかも。そうなんですか。そういうサーフ系っていうの。じゃあフラダンスとか？ああいうのはダメです。踊るのあんま好きじゃない。そう。で、なんかね、私すんごい手がちっちゃいんですよ。見ていただくとわかるんですけど、そう今見ていただいたんですけど、すんごい手が小さくって、昔ねギターに挑戦したことあったんですけど、全く届かなくって指が。でもまあそうなんですよ。もともと男性とかがね、得意っていうかね、手大きい人用に作られてるようなもんだから、いや多分そうだと思うよ。そうだと思うんだけど、違ったらすいませんね。そうだから多分そうなのかな。そうなんかウクレレってね、女性とかあと子供でもなんか弾きやすいようにみたいな感じのね、そうっていう風に書いてあって、弾きやすいように作られたのかはねわかんないんだけど、弾きやすいですよみたいな感じで始めてみたら、まあ確かにちっちゃいし、私ウクレレってね3種類実は種類があるんですよ。そうあれなんか1種類に見えるじゃないですか。見えます。一番ちっちゃいのがもう本当なんか結構ね A4 バッグに入るぐらいのサイズで、そんちっちゃい。そう頑張れば入るよ。で頑張ればだからね頑張れば入るサイズで、それがソプラノウクレレっていうんですよ。で高い音の。そう一番なんかポロロンっていう音が出るやつで、次に大きいのがコンサートっていうやつなんですよね。そのコンサートっていうやつはだいたい男性がよく弾いてるやつなんですよ。そうで一番大きいやつがテナーだったかな、っていうやつで、それはあんまり使ってる人がいないです。なんでかっていうと、一番小さい。そう一番使ってるのを、一番小さいのを使ってる人がねやっぱ大きくって、なんでかっていうと大きくなるにつれちょっとねアコースティックギターみたいな音になっていくんですって。ウクレレ独特の音を出すにはやっぱりこうソプラノっていう一番ちっちゃいやつを、みんなが知ってる多分一番ちっちゃいやつがね、あれがソプラノだと思うんですけど、あれなんですって。で始めてみました。ちょっとまだねポロンポロンぐらいしか弾けないんですけど、まあいずれねいっぱい曲を。じゃあここで聴かせてくれます？いや無理まだちょっと披露できないからまあいずれこうオープニングエンディングを私が弾くっていうことができればいいなと思うんですけど、まあまだ無理だろうね。長い目で見て待っててください。なんか楽器やったことありますか？ないですね。私音楽は全然ダメなんですよ。そうなんだ。全く触ったことないですか？ないですね。授業とかでも？縦笛、ハーモニカ、そんなもの。そうだよね。そんなもんです。楽器部じゃない、なんだっけ、ほら吹奏楽部、とかに入らないと基本そんなに楽器触んないよね。触んないですね。そうだよね。演奏会とかもないしね。ないです。じゃあそろそろ朗読に参りましょうか。そうしましょうか。第1話、語り。昔、大阪に金持ちの夫婦がいました。しかし、この2人は子宝に恵まれませんでした。どうか一人お授けくださいと、年中神仏に祈っていましたが、その印があったのか、妻が妊娠しました。夫婦は天にも昇らんばかりの喜びようで、妊娠中は言うまでもなく、玉のような男の子が生まれてからも金を使い、
人手も使って手厚く世話をしました。おかげで産後の日立ちもよく、お宮参りも済ませ、すくすくと成長していくのを楽しみに待っていました。ところが、生まれて90日ほど経った頃に、ふとした風邪が肺炎になり、かわいい我が子が死んでしまいました。夫婦は嘆き悲しみました。こんなことなら生まれてきてくれなかった方がこんな悲しい思いをせずに済んだのに、とまで言って子供と一緒に死んでしまうのではないか、というほどに泣きました。ようやく親族がなだめて延べ送りを済ませましたが、悲しみは消えません。初七日の前日のことでした。門前で鐘を叩いて佇んでいる坊主がいます。折も折なので、呼び入れて我が子の冥福を祈ってもらおうと招き入れると、坊主は静かに仏壇の前に座り、お経を唱えます。着ている麻の着物はボロボロで、髭もぼうぼうでしたが、どことなく威厳があります。僧侶はやがて向き直り、ご夫婦に少しお話ししたいことがあります。と沈んだ声で言います。夫婦は何事かとそばに寄りますと、愚僧はお見かけ通りの幸運流水の諸国を行脚する身、2、3日ほど前に高野山に登った時のこと。出発したのが遅かったので、不動坂の手前で10時の鐘を聞きました。それではちょっと一服でもしようと、石の上に腰を下ろして休んでいると、いつの間にかうとうとと眠りました。と奇妙なことを話し出します。すると夢の中でどこからともなくゴーゴーと響く音がしてまいります。雷の音か谷川の水の響きかと頭を上げてみますと、月が出ており、辺りは大昔のように静かと言って僧侶はお茶をぐっと飲みました。仏壇の明かりがブツブツと明るくなったり暗くなったりします。夕暮れの色が室内に立ち込め、どこから夕ガラスが鳴く声もします。僧侶は静かに続けます。しばらくして目を覚ますと、どこからか子供の泣き声がする。こんな山奥の夜更けに何者だろうか、と目を見開いてじっと見ると、ぼんやりと立っているのは、まだ血のみごらしい一人の子供。と僧侶は目をつぶり、その時のことを思い出しているようでしたが、ほーっと長いため息をついて、手探りで愚僧の前まで張ってくると、何か言おうとしている。愚僧が声をかけてやると、不思議なことに、その幼子は、父母のあまりの愛着のために無限地獄に落ちてしまいました。どうぞ仏の道からで、この苦境をお救いください。と大人びたことを言うではないですか。あまりの不思議に手を差し伸べて抱いてやろうとすると、恐ろしくも眼前には八大地獄がありありと見えます。あっと我に返ると、これはただの夢で石の上で寝ておった。と言い終わって無然としています。夫婦も奇妙な思いに眉を潜めております。僧侶は手近にあった風呂敷包みを引き寄せ、結び目をほどいて取り出したのは、目を見張るような友禅の着物。裏地を見ると真っ白な絹に死んだ子供の名前、そして生後90日で死んだことが墨で書かれており、それは1週間前に我が子の棺に入れてやったものでした。その他にも2、3点のおもちゃも出てきて、それを見るなり夫婦はわっとその場に泣き崩れました。夢は覚めたが、足元を見れば何やらあるので、拾って月明かりに見ると、それらはあの幼子が身につけていたと思われるものばかり。かわいそうに、それでは父母のあまりの愛着に地獄の苦しみを味わっているのだろう。家さえわかればどこまでも探し出して愛着を断ち、そして高野山にお布施をお納めさせようと、この産着をよく調べると、裏にあったのがお前さんの名前だ。場所は書いていないが、大阪の金持ちと聞いてわざわざ訪ねて参ったのだ。と、涙を浮かべながら、僧侶の言葉に夫婦の悲しみは一通りではありませんでした。僧侶は言葉を尽くして夫婦を慰めたので、ようやく気を取り直し、夫婦の涙が子供の罪を重くするというのなら、もう嘆きません。どうかこれを高野山にお納めくださって、子供の冥福を祈ってください。と、100両の金を差し出しました。僧侶が去っていって間もなくのことでした。寺から急なお使いがやってきて、昨夜
何者かわかりませんが、お宅様の墓を暴き、子供の着物から棺の中にあるものを一切合切盗んでいきました。と知らせました。夫婦はびっくりして、さては今のは語りだったのか、とすぐに後を追いかけさせましたが、僧侶の姿はどこにもありませんでした。第2話、巫女石と牛石。日光の奥の中禅寺というところに、巫女石と牛石という2つの大岩があります。その石についての言い伝えです。昔、日光の男体山は女人禁制で、女の登山は許されていませんでした。強いてその掟を破ると、神罰が下ると言われていました。ところが、日光に住んでいるある巫女が、男体山登山を思い立ちました。女人禁制のことは知っていましたが、巫女が考えるには、たとえ女人禁制だとしても、自分はただの女ではない。神様に仕える身である。登山をしても罰が当たるわけがない。しかし、自分の足で土を踏んで登るのは、やはり罰があるかもしれない。そこで、一匹の大きな大牛に乗って登山しようと計画しました。そしてだんだんと登っていきましたが、何も変わったことなど起きません。それで巫女は安心して、牛を急がせ、険しい山道を頂上を目指して登っていきました。山の神様だって、女が登ってはいけないとおっしゃるはずがない。と、悠々と牛の背に乗った巫女は、周りの景色を楽しみながら独り言を言いました。そして、全境棒谷というところまで来ると、どうしたことか乗っている牛が、急に立ちすくんでしまいました。ここまで登ってきたのに、どうしたんだろうか、と、ブツブツと言いながら、手綱で牛の尻を叩きましたが、どうしても前に進もうとしません。身動きもせず立ちすくんでいた牛は、やがて苦しそうに2、3回鳴き声を上げると、そのまま死んでしまいました。なんてことだろう、育児のない牛め。と、舌打ちしてさも憎らしそうにそう罵りました。すると死んだ牛は急に牛になってしまいました。おや、なんと不思議な、と巫女は不思議に思ってその牛を見ていると、今度は自分の体がしびれを感じるとともに、立った姿のまま石に変わってしまいました。第3話、生き量のたたり。その1。昔、ある男が、京の都から今の岐阜県の美濃に行こうとして、夜更けに京を立ちました。すると、一人の女が王子通りに立っていて、男が来るのを見て、この辺に民部大夫の家があるのを知りませんか？もしご存知でしたら、連れて行っていただけないでしょうか？と熱心に頼みました。幸いにも男は民部の家を知っていて、知り合いでもあったので、それでは案内して差し上げましょう、と言うと、女は非常に喜んで、私は近江の何々村の誰それというもので、近くに来たらお立ち寄りください、と言います。男は女を連れて民部大夫の家の門の前まで来ると、女の姿がかき消すようにいなくなってしまいました。と同時に、家の中から泣き叫ぶ声と、ものすごい物音が聞こえたので、男は怪しんで不審に思いましたが、門の前でためらっているうちに夜明けになったので、知り合いでもあるので、その家に立ち寄って様子を聞いてみると、ここの家の奥方は今は近江にいるのですが、生き量になって毎晩主人を悩ましていましたが、この明け方に生き量となってやってきて、とうとう主人を取り殺してしまいました。と言います。そこでその男が近江に行って女の家を訪ねてみますと、女は家にいて昨晩のお礼などを言って喜んで手厚くもてなしてくれました。その2。これも昔、江戸の霊岸島に瀬戸物屋喜兵衛という出店をしている六兵衛という者がいました。この六兵衛が大阪から甥いを呼び寄せて商売をさせると、この甥いというのが生まれながらの利口者で、商売の取引にも何くれとなく立ち働いて、店はますます繁盛するようになりました。
すると、喜平兵衛の女房がこれを見て、我が子が愚かであることに気がついて、もしかするとこのままだと、六兵衛にこの家を好き勝手に取られるかもしれないと考えると、自然に六兵衛の甥に憎しみを感じました。すると、だんだんとこの甥は病気になって寝込んでしまいました。病は重たくなっていき、上ごとで喜平兵衛の妻に呪われていると語ったので、喜平兵衛が両方の間に立って和解させたので、甥の病気も治ったということです。第4話、琵琶法師。昔の鳥取の話です。ある目の見えない法師がいました。ある時に用事があって都に出ようと思い、道を若狭町から氷ノ山へと行きました。この法師は琵琶を断ずるのが好きでしたが、また非常に上手でした。ですから、旅の間も琵琶を袋に収めて少しも手放しませんでした。さて、この琵琶法師が杖を頼りに山道を登っていきましたが、間もなく日が暮れてしまい、人が行き交う様子もありません。やはり今夜はこの山は越えられないと思い、野原で一夜を明かそうと琵琶を下ろして休むことにしました。夜はだんだんと更けていきます。谷川の音はさわさわと鳴っています。山の中の夜はこの上なく静かでした。こんな夜には好きな一曲を断じたらもっと上手くなるだろう。とおもむろに琵琶を取り出して調子を合わせます。調子が整うと平家の一曲を断じました。峰の夜風が木々の梢を鳴らして琵琶の音に通い、また水の流れはそうそうとした弦の響きと通って深い山の中に音曲を奏でました。この時、向かいの山と思われる場所から声がかかりました。ああ、良い出来だ、良い出来だ。もう一曲、荒野の巻を弾いてくれ。というものがいます。琵琶法師はこんな夜中の山奥に人がいるとは思いませんでした。しかし、音曲には不思議なことが起こるものだと思い、それはたやすいことでございます。と、さらに一段と調子を高めて一曲を語り終わりました。法師は自分でも満足して琵琶をしまい、静かに眠ろうとしますと、不意に老人が現れ、今の曲は誠に良い出来だった。これからも今の心がけを忘れないようにすれば、きっと上達するだろう。今夜は泊まるところもないだろうから、この馬に乗って早く播磨の方へ山を越えなさい。と親切に言って、一匹の馬を引いてきて乗るようにと言いました。琵琶法師は、ありがたい、ありがたいと、何度も礼を述べ、その馬に乗りました。まもなく馬は進み出して、その鈴の音がチリンチリンとなりました。誰かはわかりませんが、馬の口を取ってくれて、すぐに氷の線を越えて、ふもとを刺して下っていきました。そうするうちに夜もだんだんと明けていきました。もうここは今の兵庫県、播磨の戸倉という峠です。法師は、これは都合よく夜の間に峠を越えられる。ここまで来れば大丈夫だ。と思っていますと、道端の子供の声がして、あれ、見ろよ。法師が狼に乗ってやってくるぞ。おや、狐がその口を取っている。と言いました。すると急に法師の乗った馬が跳ね出して、法師を振り落としてしまい、馬の口を取っていた人も逃げてしまって、いくら探しても見つからずいなくなってしまいました。法師は不思議に思ってこのことを村人に話しました。すると村人は、それは多分山の神様がなさったことだろうと感心しました。ということです。はい、今回は語りの話でしたね。語りわかります？いやー、私なんかこれ読んだ時、語りっていうから普通にお話をする人だと、まあそれは間違ってないんですけど、お話をする人だと思ったんですけど、なんか今にも全然ありそうじゃんって思いました。この話自体が、いそうじゃんみたいな。言いますよね。こういう人いるよね。なんかさ、すごいさ、調子がいいっていうかさ、話はすごい上手いんだけどさ、まあこういう人だよね、詐欺師っていうかなんかさ、妻が合わないんですけどね。そう本当に良くないんだけど、でもさ、口が上手いっ
とさやっぱ騙されてしまうよね。私もこの話読んでて途中まで、こういう話なんだみたいな信じちゃってたのよ、前半のその部分をね。そうだから子供が愛されて嬉しいことじゃないですか。子供が愛されて嬉しいことなのに、なんかその愛されすぎて地獄に落ちちゃいましたって言って、そんなことあるんだって、愛することっていいことなのにって思ったんだけど、それは執着ですからね。その執着でね縛ってしまったっていうことなのかなって納得してしまいましたもんね、ちょっとね。ところがどっこい、本当だよ、びっくりした。大どんでん返しですよね。こういう話も中にはあるということで、ちょっと面白かった。現代に通じるものがあるなって思いました。今はね語りっていう職業はないですけど、もちろん、名前が変わってね、詐欺師ってなったっていうことで、人間はあんまり変わらないのね。変わらないですね。こういう話があるってことはもうそうだったってことなのね。そうですね。ののさんは詐欺とかあったことあります？いやないよ。あるわけないあるわけないっていうのもあれですけど、でもなんか私すごい詐欺師って頭いいなって思ったのがあって、知り合いがちょっと詐欺っていうかね、ちょっと騙されちゃったやつなんですけど、今なんか LINE の乗っ取りとかってあるじゃないですか。知らないですよ。そんなのあるんですか？なんかその LINE でね、なんかその相手から、今ちょっと空いてるって来るんですよ。でどうしたのって聞くじゃないですか、友達だから。ちょっと頼みたいことがあるんだって言われて本当これ知らない？超有名だけど。それで何って言ったら、なんかそのギフトカードを丸々円分買ってバーコード部分を自分に送ってくれないかって言うんですよ。どういうこと？そのバーコード部分を写真で送ると、ナンバーがわかるから、その人が入力すればそのギフトカードを使えるじゃないですか。だからそれを送ってくれって。詐欺。そうめちゃめちゃ片言の日本語で送られてくるのそうで大元をたどればさ、その子のアカウントがあるわけじゃん、で乗っ取られちゃってるわけじゃん、でなんで乗っ取られてしまったのかなって思ったのよ私は。でそれを聞いたら、なんかあなたのアカウントが乗っ取られてる可能性がありますっていうメールがね乗っ取られてない時に来るんだって。でそして乗っ取られてる可能性があるので、今すぐパスワードや詳細を変更してくださいっていうリンクがついたでメールが来て、そこで抜かれると、そこからで詐欺。そうだから最初は乗っ取られてなかったのに、そういうのが来て乗っ取られるの。なんかこれってさすごくない？すごい元はだって乗っ取られてなかったんだよと思って私はすごく感心したの。感心ですかねそれ。ちょっとダメな感心ね。ダメな方のね。はい、フリートークのコーナーです。フリートークイエーイ。はい、冒頭でもお話ししましたザトイチですね。聞かせてもらえるんだ。話すかもって言ってたからどうなのかなと思ってたんだけど、ちょっとだけ話しますね。ありがとうございます。勝新太郎さんが主演、で主題歌も歌ってるんですけれども、他にも石原裕次郎さんが歌ってたりね。石原裕次郎知ってます？石原裕次郎さん。なんかねわかんない。でもゆうたろうさんなら知ってる。ゆうたろうさんすっごいさ大きいさワイングラス持ってさこうやってさ回してさ、なんかほらブラインドの影からさスッてさ覗くゆうたろうさん、そうっていうイメージはすごいある。あれモノマネですからね。そうでもなんかねあれ結構似てるって言われて結構ゆうたろうさんはなんかその裕次郎さんの年取った時にすごく似てるよって言われたの誰かに。であれ似てんだみたいな。あれ結構ねそのもじってるってかオーバーにやってるのかと思ったからお笑い芸人さんだからね面白おかしくやってんのかなと思ったら、あれ結構似てるよって言われた。これ似てんだみたいな。すいませんね。そうファンの人いたら本当すいませんですけど。私も結構好きなんですよ。ゆうたろうさんね、なんかすごいいい人そうですしね。見ててなんかワイングラスがでかいだけで本当そっくりですよ。そっくりなんだ。それ以外はワイングラス以外は見たことないからさ。そうなんだ。ワイングラスだけなんだ。大きくなってるのはね、誇張されてるのはワイングラスだけで、別に本人はそんなに誇張は真面目だと思いますよ。結構真面目。じゃ結構クオリティは高いんだねあれね。なるほどね。
ちょっとつぶれ入っていやすいませんね。でもあれしか知らない。まあでもあの人も立派な人ですからね。ゆうたろうさんも。うん。あで裕次郎さんの何の話でしたっけ？時代劇？時代劇。なんか知ってます時代劇？あ時代劇？なんかねちょっとしかわかんないんだけど、暴れん坊将軍とか、あとほら水戸黄門とか、このなんとかが、なんだっけこれがなんか目に入らぬかみたいな、ははって言って、さっきのそう水戸光圀公みたいなやつ。あと、あれなのよ、大人になって知ったんだけど、暴れん坊将軍の人ってマツケンサンバの人なんだね。びっくりして。知らなかったという。知らなかったよ。だからあんなオレオレとか言ってるけど、めっちゃ馬乗ってたやんみたいな。そう、びっくりしちゃった。あれどういう話なのかな、暴れん坊将軍って。あれは八代将軍の吉宗が、庶民の間に混じって、世の中を見て回って、悪を成敗するというね。そういう話なんだ。身分隠す系ね。ざっくり言うとそんな感じ。なるほどなるほど。遠山の金さんと同じですね。このなんだっけ桜吹雪が、そうあれ見せるとあれなんですよね。またははってなるんですよね。そう私見てましたよ。中村梅之助さん。お金飛ばすやつですよね。違います。それは銭形平次。大川橋蔵さんですね。めっちゃ超詳しいですね。全部一緒になっちゃってるよ。私の中ではあれは好きなんだね。好きですね。今あんまりないんですけどね。今は時代劇ね。今ないよね。今さすごい多いのってさ、刑事物とかドラマでね多いの刑事物とか、あとなんか科学的なやつ、医療物とか、そう医療物とか、あと弁護士系、ああいう感じのばっかりで、いや私も面白くてすごい刑事物とか見るんだけど、時代劇ってないよね。結構もう現代っぽいやつね。なんかそっちの方が視聴率取れるのかな。取れるんじゃないですか。だって時代劇はちょっと差別用語みたいなので引っかかるみたいですよ。そうなんですね。それはその中で出てくるってこと？その劇中で出てきちゃうってこと？例えばですね、そのザトイチさん、あの人はあんまですよね。そのあんまがやばいとかいう話で。あんまってやばいんですか？いや今マッサージって言うらしいですからね。それだと女性がやる、あれでも女性じゃないですよね。あれ違うのか？いや女性でも男性でもそうなんだ。私なんか勘違いしてた。あんまってその女性だけだからその女性の職業じゃないから今はマッサージ師っていうのかと思ったの。ほら看護婦とかさ看護師とかみたいな感じで、そうだと思ってた。ほぼさんがダメなんだっけ？ほぼさん別にダメってわけじゃないけど、あんまりそういう、あんまり好ましくないという感じでって思ってた。違うんだ。違いますよ。じゃあちょっと意味は後でググります。ググってください。ちょっと関係ないっていうか、似た話ではあるんですけど、私マッサージがすごい好きで、前一緒に骨盤矯正みたいなねやったじゃないですか。そうすっごい痛いけど痛い方が効いてる気しません？そうでもないか？痛いっていうよりすごい音しましたよ。するなんかさ首とかさブラキャンみたいなさ、あれがびっくり。でもあれ別に痛くないじゃないですか。バキってなったらもうわーみたいな感じになりそうですけど、大丈夫かなって私もそれ思った。ちょっと自分死んだかなって思いましたよね。ちょっと死んだかなみたいな。音すごいですよね。首とかちょっと怖かったもん、さすがに直に聞こえてくるからね。でも今その骨盤矯正とかそういうのじゃなくても普通のマッサージとかはねたまに行くようにしてますよ。やっぱすごい凝っちゃうから肩が。年寄りっぽいですね。そうでも定期的にほぐしていかないとさ、やっぱりパソコンとかも使うじゃん。スマホとかも見るし、自分でこうマッサージとかどうですか？足りないそうもうこんな生ぬるいもんじゃ足りんわみたいな。でも言われたのがあれだった。ストレートネック気味なんじゃないかって言われたから、もしかしたらストレートネックとはなんか普通さ首ってさこうなんか湾曲になってるんだよね。それがなんか現代人っていうかスマホとかばっかり見るせいで湾曲がなくなってまっすぐになっちゃったんだって。今みんな結構なってきてるんだって。そう今時の人はね。だからなんかそのせいで余計疲れたりとかさ、ほら痛くなるじゃん頭とかも。
そう負担がかかって凝るとね、そうああいう感じにやっぱねなりやすい。目にきませんか？目にくるたまにさ、目の奥とかガンガンする時あるよね。ありますあれちょっとびっくりする。なんかやばい、破壊されてるって思う。あれは目薬で効きますかね？いや無理でしょ、絶対。だって目薬奥までいかなそうじゃん。もう表面でさ全部吸われちゃってさ、そんな奥までねいかない気がする。はい、お時間が参ったようです。もうですか。このラジオは月2回、第2と第4の日曜日お送りしておりますが、次回もお聞きくださいますようよろしくお願い申し上げます。わかりました。第2と第4の日曜日ですね。聞いてくださいね。なお、この番組で使用された番組のオープニング曲、朗読のテーマ曲、ジングル、そしてエンディングのこの曲は、ミュージックサイト魔王魂さんから、ジングルは BGM サイトムズムズさんから使用させていただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またこの番組雪のりのゆるゆる許してトーク、略してゆるとくはスポンサー様を大募集いたしております。これめちゃくちゃ言いづらいですよね。雪のりのゆるゆる許してトーク。それは言っちゃダメ。そうですね。ご応募お待ち申し上げております。お待ち申し上げております。噛んじゃダメ。それから私の個人サイト花黒とマイナーにはこの番組宛てのメールフォームが設置してございます。また四季ゆきのツイッターのダイレクトメッセージでもぜひぜひあなた様のご意見ご感想ご質問などお便りをお寄せくださいませ。よろしくお願いします。ちょっとねもう遅れるんで、ピャってね遅れるんでお願いしますね。お待ちしています。ではまた次回配信までごきげんよう。さようなら。四季ゆきとののでした。バイバイ。